ラティオスと心の雫解説。ジャスパルと申します。イベントラティオスと心の雫の詳細が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。昨年のクレセリア対ダークライイベントを遊ばれた方であればなんとなくイメージつくんじゃないかなと思うんですけれども、最近始めたよっていう方にはね、ちょっとね何やら小難しそうなことが書かれているんですけれども、やることね非常に単純でありますので、要点を解説していったりだとか、こういうポイントに注目してもらえたらなみたいなお話していきたいと思います。ちなみに先んじて新登場ラティオスについては動画をアップしましたので、よければねそちらもご確認ください。とにかくメインスキル流星群木の実バーストがあまりにも強そうすぎるので、今後アンバー渓谷に上陸するよって方はね、もう非常に注目してこのイベントでたくさんラティオス狙ってみてほしいなと思います。それではイベント内容を確認していきましょう。イベントラティオスと心の雫。若草本島など一部のエリアで伝説のポケモンラティアスとラティオスの姿が目撃され、同時に不安定な天候によりよく眠れないポケモンがいるとの報告がありました。ネロリ博士によれば、ラティアスとラティオスと深いつながりのある心の雫という宝石のような玉が濁ってしまったことが原因のようです。カビゴンの眠気を誘うパワーとラティアスとラティオスの力を合わせ、心の雫の輝きを取り戻しましょうということで、今回もね大荒れの天気から始まるわけなんですけれども、おそらくねイベント進んでいくとどんどん天気良くなっていって、最終的には晴れ渡るんじゃないかななんて思います。このイベントキービジュアルでも心の雫が濁りきってしまっているわけなのでね、頑張ってこの濁りをみんなで取り除いていこうという、そんなイベントとなっております。概要です。2週間続くこのイベントは、ラティアスとラティオスが力を合わせて活躍する特別な期間です。期間中は伝説のポケモンラティアス、ラティオスがピックアップされるほか、ラティアス、ラティオスと一緒に眠ることで眠気パワーにボーナスがかかります。2匹を同じチームに編成し一緒に眠ると眠気パワーにさらにボーナスがかかります。また期間中のみ睡眠リサーチでラティオスの羽毛を手に入れることができます。イベント交換所で集めたラティオスの羽毛を新しい道具ラティオスのお香やラティアス・ラティオスサブレ、ラティアスのお香と交換し、ラティアスやラティオスの寝顔をリサーチしましょう。さらに期間中は世界中のリサーチャーたちの眠気パワーの平均と自分の眠気パワーが合算されて、イベント眠気パワーとして溜まっていきます。このイベント眠気パワーが心の雫の輝きを取り戻す鍵になりそうです。世界中のリサーチャーたちと協力して心の雫の輝きを取り戻しましょう。そしてどうやらラティアスとラティオスはまだ本来の力を取り戻していないようです。イベントをコツコツ進めれば2匹の絆の力が解放される可能性も。お楽しみにということで、概要だけでもねがっつり長かったわけなんですけれども、この後ほどねボーナスなど見ながら一つずつ解説していきたいなと思います。ってことで開催期間は6月8日月曜日からの1週間が第1週目となりまして、続けて6月15日からの1週間も続いていく2週間にわたるイベントとなっております。これまでの伝説イベント同様2週間のイベントです。6月8日からの2週間となります。開催フィールドは若草本島、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX の4フィールドとなっておりまして、なんと初めて開催期間中は上記開催フィールド以外を選択することができませんとなっております。リサーチャー全員ラティオスと心の雫イベント強制参加となります。他のフィールドは選べないので、そこはね間違える心配はないのかなと思います。必ずこの4つのフィールドのどこかには行かなくてはいけないということになりますので、エナジーが稼げた方がいいイベントになっているので、基本的にはフィールドボーナスの高いフィールドを選んだりとか、ラピスラズリ湖畔とかアンバー渓谷だとミニ竜の進化系が出てきたりとか、タツベの進化系が出てきたりみたいな部分でラティオスの羽毛を集めやすいみたいなね特徴があったりするので、そういった部分を総合してフィールドを選んでいただくという感じになります。期間中 EX モードのフィールドは通常モードのフィールドと同じイベント限定の見た目に統一されますということで、また古びた庭園に行けるのかもしれませんね。天気大荒れなのがどうなるのか、正直若草ちょっと行ってみたさがありますよね。フィールドとフィールド BGM の相性が良すぎるんだこれが。そんな感じで開催フィールド若草、ラピス、アンバー、EX の4フィールドから選択する形となります。
そしてミッションもございます。2週に分けてミッションがあります。前回クレセリアイベントの時のミッションはこんな感じでした。ラティアスリサーチの時もそうだったんですが、基本的に伝説系のイベントではミッションをクリアするとラティオスの羽毛がもらえるということになるんじゃないかなと思います。ミッションでそこまで難しいものもありませんし、マスター〇〇へあげるみたいなミッションもあるんですが、イベント2週目には大きいカビゴンからスタートするので、初心者でも若草本島であればもうこのマスター〇〇まで達成するというミッションは合ってないようなものという感じになっておりますね。そんな感じでミッション2週間分ございます。またイベント交換所があります。イベント交換所はイベントが終わった後、月曜日火曜日まで利用することができます。イベント終わってからもまだ若干交換の期間が残されているよということになっています。交換所は全てのフィールドで使用できますと書かれているんですが、これはイベント終わった後どこのフィールド行ってもイベント交換所交換することが、月曜日火曜日はできるよという意味ですね。さあそんなわけでイベント眠気パワーについても見ていきたいと思います。ここがね初めての人は何のこっちゃとは思うんですけれども、一旦ねお話聞いてみてください。イベント眠気パワー、このイベントではイベント眠気パワーが溜まっていきます。イベント眠気パワーはポケモンスリープを遊んでいる全リサーチャーの眠気パワーの平均値を元にしたみんなの眠気パワーと自分の眠気パワーが合算されて増えていきます。イベント眠気パワーを一定まで貯めるとイベントランクが上がり、心の雫の濁りを取り除くことができます。またランクが上がるごとにラティオスの羽毛や万能飴 M など様々な報酬をゲットできますということで、言ったら全世界のリサーチャーと一緒にレイド的な感じで眠気パワーを蓄積させていくというねイベントになるんですけれども、先にね夢のない話をしてしまうとですね、この全リサーチャーの眠気パワーの平均値を元にした値が毎日というか加算されていくことになるわけなんですけれども、どんなに初心者であっても基本的にこの2週間しっかりとイベントを遊んでいれば、ある一定のラインまではみんなの眠気パワー貯めていくことが可能になっているはずでありますので、そこはねそういう体ということで楽しんでイベント参加してもらえたらなと思います。そんなみんなの眠気パワーについてです。みんなの眠気パワーは世界中のリサーチャーの2日前、リサーチャーの時差を考慮していますの眠気パワーの平均値を元に計算され、イベントが進むにつれて値がどんどん大きくなっていきます。6月8日9日のみんなの眠気パワーはそれぞれ6日7日の全リサーチャーの眠気パワーから計算されますということで、なんやかんや書いてあるんですけど、あんまり気にしなくて大丈夫かなと思います。でイベントランクです。イベントランクは15まであり、イベント1週目のイベントランク上限は8です。イベント2週目にはイベントランクの上限が解放され、さらに豪華な報酬が追加されますということになっております。で前回のクレセリア対ダークライの時のイベントランクにおける必要眠気パワーと報酬のアイテム、こんな感じになっておりました。今回もここのところにですね、ここイベント眠気パワーを一定まで貯めるとのところにランクが上がるごとにラティオスの羽毛や万能飴 M など様々な報酬をゲットできますと書かれてるんですが、クレセリアイベントの時にもほとんど同じような文言が書かれていたので、大体似たようなアイテムがゲットできるんじゃないかなと思います。クレセリアイベントの時はクレセリアの羽毛を中心に、当時はねエスパータイプのポケモンが強化されるイベントだったので、エスパータイプ関連のお香であるとか飴であるとかそういったものが手に入るような感じになっていました。そして2週間目のこのランク13のところですね、この時のイベントではランク13まで上げることができれば次のリサーチでダークライが出現してくれるというね粋な内容になっていたんですが、今回ねダークライ出現みたいなことにはならないんじゃないかなと思うので、私の予想なんですがランク13まで上げることができれば、この前に書かれていたどうやらラティアスとラティオスはまだ本来の力を取り戻していないようです。ここおそらくランク13まで上げることで心の雫の濁りが完全に晴れて
ラティアスとラティオスが真の力を解放するんじゃないかなと予想しております。でこのランク13までは基本的に毎日コツコツ遊んでいれば到達することが可能だったはずですね。クレセリアイベントの時も初心者の方でもこのランク13までは到達できたはずとなっております。でランク14と15の間にかなりね大きな差があるんじゃないかなと思うんですけれども、ランク15に関してはそれなりに眠気パワーを稼げるリサーチャーじゃないと到達できなかったかなという感じではあります。でもね初心者の方でも13まではほぼ必ずいけるような作りになっているはずなので、ここはね心配せずにいていただければなと思います。そんなわけなんですけれども、イベント眠気パワーに関する注意事項を読んでいきます。イベント1周目に貯めたイベント眠気パワーは2周目にも引き継がれます。1日2回目の睡眠リサーチ時、イベント眠気パワーに加算される対象は自分の眠気パワーのみとなり、みんなの眠気パワーは加算されません。睡眠データのマニュアル登録をすると、イベント眠気パワーにみんなの眠気パワーのみが加算されます。イベントランクの報酬受け取りは2026年6月24日までですということなので、イベント交換所と同じです。このイベントランクの報酬受け取りはイベント交換所と同じ期限までとなっておりますね。でこの睡眠データをマニュアル登録するとみんなの眠気パワーのみが加算されますっていうことなんですけれども、そう毎日コツコツ遊んでいればランク13まで行くことができるかなと思うんですが、どうしてもね寝落ちしちゃって睡眠リサーチし忘れちゃったみたいな時もあるんじゃないかなと思うんですよ。そういう時もマニュアル登録は必ずやっていただけたらなと思います。そうするとみんなの眠気パワー分は反映されるので、それも込みで毎日遊んでいればしっかりランク13まではたどり着くことができるだろうと思います。でここでせっかくなのでね触れたんですけれども、じゃあランク13がその心の雫が晴れ渡ってラティアス・ラティオスの能力解放なんじゃないかというお話をしたんですけれども、この能力解放一体何なんだというと、多分これのことなんじゃないかなっていうのがこのメインスキル、ラティアスのメインスキルのところに書かれているんですよね。癒しの波動のポップアップ開いてもらうと、下の部分今後予定しているイベントを進めることで以下の効果が解放されますという一文があります。そこでチームにラティオスがいるとさらにお手伝いをスキルレベル6の時は3回分すぐに完了させる効果が追加されるよということになっているので、ラティアスの癒しの波動だったりラティオスの流星群の、追加効果がおそらくこの13ランクイベントランク13まで行くことにより解禁されるんじゃないかなと思います。なのでイベント2周目の途中ぐらいまではこの追加効果はない状態でイベントを進めていくことになるんじゃないかなと思います。初日でラティオスをゲットしてラティアスラティオス同時に編成したとしても、この鍵がかかっている部分はすぐに使えるようになるわけではないということなんじゃないかなと思います。どれぐらいのタイミングで解放できましたっけね。早い人だと2週間目の2日目3日目とかで到達できたりできなかったりしたんでしたっけ。ちょっとね忘れてしまったんですが、基本的には遊んでいればどんなたでも解放することができると思いますし、遊んでない人も最終的にはこれ解放されることになるんじゃないかなとは思っているんですけれどもね、現時点で遊ばれている方はぜひともイベントしっかりと遊んでご自身の力でねラティアスラティオスの真の力を解放してあげてほしいなと思います。そんなねちょっとややこしいんですけれども、10中8区ランク13までは遊んでいれば達成することができるみんなの眠気パワーやイベントランクということになっております。このねイベントランクの報酬でクレセリアの羽毛がねラティオスの羽毛がおそらくそれなりにゲットできるんじゃないかなと思うので、ラティアスリサーチの時よりもトータルで獲得できる羽毛の量は300個ぐらい増えることになるんじゃないかなと思います。ランク15までいける人は300個ぐらい増えるんじゃないかなと思います。そんな感じのイベント眠気パワーとなっておりますね。もうここまででも長かったわけなんですけれども、ついてきていただけているでしょうか。そんな感じで基本的にこのイベントやることとしては、エナジーを稼いでできたらドラゴンタイプのポケモンをたくさんリサーチしてラティオスの羽毛を獲得してもらうと。そしてそのラティオスの羽毛を使ってイベント交換所でイベントアイテムを交換してラティオスのゲットを目指すというのが基本的にこのイベントでやることとなっております。でラティアスラティオスにあんまり興味ないよっていう方も
イベント交換所でいろんなアイテムをゲットすることができるので、基本的にやることは同じで、羽毛を集めてアイテム交換で、そこから先はラティオスゲットしたいという方はゲットするためのアイテムと交換してゲットを目指していくというような感じになっております。今回ね、本当にラティオスがアンバー渓谷においてめちゃくちゃ強いポケモンになりそうな気がするので、できたらぜひともラティオス狙っていただくのがいっちゃん楽しいんじゃないかなとは思いますね。OK、そんな感じでボーナスについて見ていきたいと思います。ドラゴンタイプが強化されるボーナスが入ることになります。ボーナス期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程においてドラゴンタイプのお手伝いポケモンが通常のお手伝いで食材を拾ってきた場合、食材プラス1個。ドラゴンタイプのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率が 1.5 倍。開催フィールドの今週のカビゴンの好きな木の実の1種類がヤチェの実、ドラゴンタイプで固定され、残り2種類はランダムになる。これ重要なポイントです。ラティアスまたはラティオスをチームに編成して一緒に眠ると眠気パワー 1.1 倍。ラティアスとラティオスを同時にチームに編成して一緒に眠ると眠気パワー 1.3 倍。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほどピックアップのところで触れます。そして期間限定イベント交換所が使用可能です。睡眠リサーチでイベントアイテムを獲得することができます。1日1回のみ。これがラティオスの羽毛ですね。そしてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現となっております。イベント交換所のアイテムも後ほど確認していきます。さあ、そしてイベント1周目と2周目でスキルレベルのボーナスに差があります。まずイベント1周目はドラゴンタイプのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス2となっております。メインスキルレベルプラス2ですね。ラティアスリサーチの時と同じ。そして2周目はドラゴンタイプのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス5となっておりますので、ゲットしただけのラティアスやラティオス、進化させただけのオンバーンなんかでもスキルレベルプラス5になるので、マックスでレベル6や7で活躍してもらうことができるということで、ジジーロンのスキルは何になるんでしょうかね。ジジーロンもゲットしただけで最大レベルが7のスキルでない場合はスキルレベルマックスで活躍してもらえるということなので、来週のドラゴンピックウィークではね、ぜひともドラゴンタイプのポケモンをしっかりゲットしていただけたらなと思います。特にイベント2周目は本当に編成するだけで活躍してもらえるポテンシャルがあるよという感じになっていますね。そしてこの大きいカビゴンが登場し、一定のエナジーからカビゴン育成が開始されるというところに関してなんですけれども、毎回ね、こう伝説イベントの2周目では一定のエナジーからカビゴンの育成が開始されるんですが、確か31万エナジーぐらいから開始されたものと思われます。若草本島 EX スーパー1のエナジーからスタートしております。なのでもうその時点で通常の若草本島であればいきなりマスター3とかなんかそれぐらいからね始まったかなと思うので、もうめちゃめちゃエナジーを余裕でね稼いでいける。マスター5とかまでも結構ね余裕を持って進めることができるという感じになります。およそ31万エナジーほどからスタートするものと思われます。そう、マスター5がね、若草本島のマスター5が32万エナジーほどとなっているので、本当の始めたての初心者でもない限りマスター5まで到達するというミッションは合ってないようなものとなっているんじゃないかなと思います。そんな感じでイベント2周目はおよそ31万エナジーほどからスタートして、スキルレベルもプラス5、もうムキムキになるよという感じです。そして忘れてはいけない最後のボーナスが、イベント最終日2週間目の日曜日6月22日には眠気パワーが 1.5 倍になるボーナスが追加されております。このタイミングでラティオスの星3ネガオをお香で狙うっていうのもね、なかなか有効な手段になりますので、ぜひともエナジー稼げる方は狙ってみていただけたらなと思います。お香でラティアスやラティオスを呼び出すときは眠気パワーに対してどうかっていうね感じになるので、
その実際の解放ランクまで行ってなくても、眠気パワーがラティオスの星3寝顔に到達してれば出現抽選してもらえるんですよね。で、この最終日の眠気パワー 1.5 倍に関してなんですけれども、下に注意書きがあるように、眠気パワーにかかるボーナスが重複する場合、倍率が一番大きいものが適用されますとなっていまして、すでにボーナスのところでラティオスを同時に編成していると眠気パワー 1.3 倍があったと思うんですけど、これ重複しないんですよね。してくれたら嬉しいんですけどね残念ながら最終日に関してはこのボーナスの 1.5 倍が最も大きなボーナスになりますので、最終日だけはねラティオス別に編成しなくてもいいよという感じにはなっております。眠気パワーのボーナスは常に倍率が一番大きいものが適用されます。そして EX モードでのボーナスについても見ておきます。EX フィールドでイベントに参加する場合のボーナスの変更点は以下の通りです。開催フィールドの今週のカビゴンの好きな木の実メインがヤチェの実ドラゴンタイプで固定され、今週のカビゴンの好きな木の実サブはランダムになるということになっておりますね。ここでね改めてにはなるんですけれども、イベントの開催フィールド、若草、ラピス、アンバー、若草 EX の4フィールドなんですが、アンバー渓谷に限らずどこのフィールドに行ってもドラゴンタイプの木の実固定で、残り2種類はランダムとなります。どこのフィールドに行ってもランダムです。ラピスラズニ湖畔に行ったからといって草タイプ、エスパータイプ、格闘タイプが活躍できるわけではないので、そこはご注意ください。ただし若草本当 EX だとドラゴンタイプの木の実がメインになることが確定しますので、ドラゴンタイプは EX ではさらにお手伝いスピードを 10% 短縮とメインスキルレベルプラス1の効果を得るものとなります。またもともとイベントのボーナスとして食材プラス1個とメインスキル 1.5 倍というね、食材の個数とスキルの倍率に補正のかかるボーナスがすでにあるため、 EX モードの EX ボーナスは好みの木の実エナジーが2倍ではなく 2.4 倍で確定するものと思われます。なのでイベントそれこそね2週目にはラティオスの流星群がいきなり火を吹いたりとか、これまでねボーマンダとかチルタリスとかを育ててきている人にとってはかなり大きなボーナスになるんじゃないかなと思います。1週目の時点からそうですかね。ぜひともドラゴンタイプが育っているよというドラゴン使いの皆様は若草 EX に行ってみるというのも検討してみてください。ということでここもねめちゃめちゃ長くなってしまったわけなんですけれども、とにかくドラゴンタイプのポケモンが強化されます。そしてラティオスを一緒に編成して眠ることで眠気パワーにボーナスがかかります。そして最終日眠気パワーが 1.5 倍になりますっていう感じのイベントボーナスとなっておりますね。さあそんな感じでねボーナスまででもかなり長かったわけなんですけれども、ここからピックアップと各フィールドについてね、初見ざっくり全フィールド解説じゃないんですけれどもちょっこり一言だけ添えていきたいなと思います。ピックアップ見ていきましょう。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるほか、今回は特別にミニ竜などの一部ポケモンに期間中のみ若草本島と若草本島 EX で出会えるようになりますというドラゴンピックウィークと同じポケモンの出現となっております。そんなわけで若草本島でもミニ竜達兵衛が登場してくれます。そんなピックアップなんですが、中ピックアップはラティオスのみとなっております。で個人的な意見にはなるんですけれども、伝説のポケモンの中ピックアップ、かなり信用できないものと思っていただいていいんじゃないかなと個人的には思っております。もう完全に私の個人的な印象なんですけれども、マジで中ピックアップの伝説のポケモン本当にびっくりするぐらい出てこなくて、たまに出てきて俺がびっくりするぐらいのね出現率の低さとなっているので、基本的にはラティオスラティアスはお香で呼び出すものになるのかなと思います。さあそして中ピックアップはラティオスのみで、小ピックアップミニ竜、白竜、海竜、チルタリス、達兵衛、コモル、ボーマンダ、ラティアス、オンバット、オンバーン、ジジーロンとなっております。ドラゴンタイプが進化後も含めて全員ピックアップされる形になります。今回はラティアスも小ピックアップに入っているんですが、もう中ピックアップですらほとんど出てこないので、小ピックアップで出てきた日には、ね、ひっくり返るんですけれども、またね伝説のポケモンって1回のリサーチで1体しかフィールドに登場しないという、なんか制約が
あるんですよね、昔からなんですけど、やっぱラティアスとラティオスが一緒に寝てるところは見たいじゃないですか。そこの制約をこのイベントで打ち破ってくれるのかどうかっていうのには注目したいなと思います。ラティオスのお香を使ったとしてもラティアスが隣で寝ててくれたらね、めちゃくちゃいいじゃんぜひともやってほしいなと思いますが、一応そういう過去の制約はあったよという感じになっております。てなわけで各フィールドで出会えるポケモンについてなんですけれども、今回どのフィールド、確実にねこの4つのフィールドに行っていただくことになるわけなんですけれども、ドラゴンタイプをリサーチすることができればラティオスの羽毛が通常のポケモンよりも多くゲットできることになるんじゃないかなと思うんですよね。なのでそういった部分まで含めてフィールドを選べるとベターなのかなと思います。てなわけで若草本島ではミニ竜、達兵衛を加えてラティアス、ラティオス、オンバット、オンバーン、ジジーロンが登場します。ミニ竜、達兵衛が出てくるので、もう初心者でフィールドボーナスがしっかり上がっていれば若草本島を行っていただくのが一番間違いないんじゃないかなと思いますね。そしてラピスラズリ湖畔にはミニ竜、白竜、海竜とミニ竜族の進化後が出現しますし、ポケモンの出現数もかなり早めに8匹に到達します。アンバー渓谷とか若草 EX よりは早めに8匹出現ラインに到達することもできますし、海竜はそれなりに眠気パワー消費の大きなポケモンなんですが、白竜はねそれなりに出てきてくれるんじゃないかななんて思いますし、チルタリスという一応進化後のポケモンたちもちらほら出てきてくれるかなと思うので、ラピスラズリ湖畔のフィールドボーナスが上がっていればおそらく若草本島よりはラティオスの羽毛が稼ぎやすくなるんじゃないかなとは思います。結構ね羽毛稼ぎやすいフィールドかなと思います。ラピスラズリ湖畔です。でアンバー渓谷は実はドラゴンタイプのポケモンがどこのフィールドよりも多くて、達兵衛族の進化後とオンバット、オンバーン、そしてラティアス、ラティオス、チルタリス、ジジーロンなんかが登場しますが、アンバー渓谷はねフィールドボーナス上がっていないとなかなか難しいフィールドになりますので、ここもエナジー稼げるのであれば最もラティオスの羽毛が集められるフィールドになるんじゃないかなと思います。アンバーはもうエナジー稼げる人は積極的に狙ってみてほしい感じになっています。で若草本島 EX に関してはミニ竜、達兵衛がしっかりとね追加されているんですけれども、もともと EX って1匹のポケモンが大きく眠気パワーを使いやすいフィールドになってるんですよね。なのでピックアップのポケモンも他のフィールドに比べると若干出会いづらかったりとか、羽毛的には他のフィールドよりは劣るんじゃないかなという感じがします。もうアンバー渓谷よりもめちゃめちゃエナジーを稼げる人は EX に行っていただくことで羽毛をそれなりに最大化することはできるんじゃないかなと思います。そんなね4フィールドとなっていますね。でそういえばねお伝えし忘れていたんですけれども、今回私イベント2週目に若草 EX に行こうかななどと考えております。というのもですね、今回おそらくなんですけれどもニュームーンデーとイベント期間中に被るかなと思います。1週目の日曜日と2週目の月火、この3日間がニュームーンデーと被るかなと思われます。でニュームーンデーには色違い出現確率アップのボーナスがあってポケモンが満腹になりづらくなると。3.5.0 アップデートでおそらくね伝説のポケモンの満腹率も引き下げられたものとは思うんですけれども、そんな感じで色違い出現確率アップがあるんですよね。で EX にはもともと他の色違い出現確率アップと重複する色違い出現確率アップのボーナスを備えたフィールドになっているので、特にこのイベント2週目の月曜日火曜日にラティアスやラティオスのお香を使って色違いを探すなんていうことがね一応できますし、ラティアスリサーチの時でも似たようなタイミングがあったんですけれども、色違いの報告結構な数世界中でね上がっていたかなと思うので、しっかりと1周目にお香を貯めた状態で2周目、例えば若草 EX に行ってニュームーンデーで色違いのラティアス、ラティオスを狙うなんていうのにね使えるタイミングになるんじゃないかなと思います。そんな感じでね、ぜひともそういったところまで含めてフィールドどこにしようかなというのをね考えていっていただけたらなと思いますし、私も来週どこ行く動画とかでどこがいいんじゃないかみたいなお話また改めて細かくしていけたらなと思います。そんな各フィールドで出会えるポケモンたちピックアップについてでした。
さあそれでは各項目の詳細について長くなってきたのでざざっとお話ししていきたいと思います。まずラティオスの羽毛についてですね。イベント交換所で他の道具と交換するためのアイテムとなります。所持数はイベント交換所で確認することができます。道具バッグには入りません。そしてこちらイベント期間中のみ手に入り、イベント期間終了後でもイベント交換所の期間内であればアイテムと交換することができるんですけれども、交換期間終了後交換し忘れがあったとしても無慈悲に全てなくなってしまいますので、ラティオスの羽毛は必ずイベント交換所の期間中に使い切っていただくようにしてください。もう月曜日火曜日にはもう使い切っていただくようにしてください。よろしくお願いします。そんなラティオスの羽毛となっております。基本的には1日1回目の睡眠リサーチで獲得するほか、限定ミッションだったりイベントランクの報酬だったりパックを買うことでも入手することができます。またソーシャルリサーチ、フレンドさんからも送られてきますので、このイベントというか過去の伝説イベント含めてそうなんですけれども、フレンドさんを全て埋めた状態で伝説イベントをやってもらえるとより羽毛の数増えますので、結構ねバカにならない数にはなるんですよね。私アクティブのフレンドさんって常に47、8人とかなんじゃないかなと思うんですけれども、それぐらいの人間が2週間遊んでいると、200個オーバーとかフレンドさんからラティオスの羽毛を獲得することができるんですよね。これやっぱあるのとないのとでお香1個分とかぐらいは差が出てくるものになりますので、できる限りフレンドは埋めた状態でイベントを望めるといいんじゃないかなと思います。私のこの動画のコメント欄でフレンド募集していただいても構いませんし、 X とかでもねフレンド募集盛んにされてるんじゃないかなと思うので、ぜひともそういったものを使っていただいてフレンドを埋めた状態でイベントを参加していただけたらなと思います。で、ソーシャルリサーチボタンのない15歳未満の方でしたっけね、16歳未満でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですがの方は1週目と2週目に羽毛70個ずつ計140個プレゼントされるということになっています。フレンドさんがいた方がやっぱり多めにもらえるんですけど、220、30個ぐらいねもらえたような気がするんですけど、一応フレンド機能なくても140個はもらえるよという感じになっております。そんなイベントの通貨というような役割を果たしますラティオスの羽毛です。さあそしてイベント交換所です。ラティオスの羽毛を下記の道具と交換できますラティアスのお香、ラティオスのお香、ラティアスラティオスサブレメインスキルの種など、さらには開催2週目には少しお得なラティアスのお香、ラティオスのお香、ラティアスラティオスサブレが少量追加されます。ラストスパートのチャンスをお見逃しなくとなっているんですけれども、イベント交換所のアイテム、ラティアスリサーチの時はこんな感じだったんですけれども、今回ね伝説のポケモンがラティアスラティオスともに出現するということになっているので、昨年の来光炎帝水訓リサーチのイベント交換所が分かりやすいんじゃないかなと思います。今画像表示されているでしょうか。だいたいこんな感じのイベント交換所ラインナップになるものと思われます。ここにねラティアスリサーチの時はラティアスのお香だけだったんですが、ラティアスのお香とラティオスのお香はどっちも同量置かれることになるんでしょうかね。本当に羽毛さえあれば毎日でもラティアスラティオスのお香を置いていけることがいけるんじゃないかなと思わないでもないので、これねぜひしっかり使っていただいてラティアスラティオスを探していただけたらなと思います。多分イベント交換所こんな感じのアイテムラインナップになるのかなと思われます。さあそしてポケモンのお香に関する注意事項なんですけれども、ラティオスのお香についてというか伝説ポケモンのお香についてですね、開催期間後も道具バッグに残り使うことができます。ラティオスのお香は道具バッグに最大1個まで所持することができますとなっているんですが、伝説ポケモンのお香は全てバッグには1個までしか持つことができません。でラティアスのお香がドラゴンピックウィークで配布されるということがミニロードマップにて告知されておりましたので、すでに持っている方、すでにラティアスのお香を1個持っている方、私も持ってるんですけどは、基本的にはこのラティドラゴンピックウィークで使っていただくとチャンス1匹確定の恩恵を受けられるかもしれないけど、ラティアスラティオスサブレがないよねみたいな話で、このラティオスと心の雫イベントで使ってもらえれば、リサーチした時にラティオスの羽毛もかなりの量ゲットすることができるかなと思うので、このイベントでラティアスのお香を新たにね調達することもできるので、使っていただくのが一番いいんじゃないかなとは思いますね。そんな感じのお香の注意事項となっております。
そしてこちらラティアス・ラティオスサブレです。イベント期間中ラティアス・ラティオスにのみ使うことができます。ラティアス・ラティオスサブレ1つにつきラティアス・ラティオスのフレンドポイントが6増えますということで、強力なサブレが追加されるんですが、これはおそらくラティアスサブレとラティオスサブレに分かれてるってことではなくて、ラティアスとラティオス両方に使えるサブレなんじゃないかなと思うんですが、どうなるでしょうか。来光炎帝水訓リサーチの時はプレミアサブレという名前で、来光炎帝水訓誰に使ってもプラス6上昇するサブレという扱いになってたので、多分どっちにも使えるサブレっていうことになるんじゃないかなと思います。で、このラティアス・ラティオスサブレはイベント交換所の交換期間終了後、所持しているものが自動でスーパーサブレに変換されます。なので基本的にはラティアス・ラティオスこのサブレを使ってゲットを狙っていくことになるんですが、そもそもゲットしなくてもいいやっていう人は放っておけばスーパーサブレに変換してくれるものとなりますので、目玉商品の一つみたいな感じになるかなと思います。ラティアス・ラティオスサブレですね。そしてラティアス・ラティオスともに特別なポケモンとなっております。ゲットした1匹目の性格サブスキルが全リサーチャーで共通のものになります。サブスキルが睡眠 EXP ボーナス、スキルレベルアップ S、最大所持数アップ L、お手伝いスピード S、スキル確率アップ S、そして性格は無補正のものとなっております。これは皆さん変わらないものとなりますので、基本的に厳選と呼ばれる行為は2匹目からとなります。ラティアス・ラティオスこのイベントでどっちもね厳選するっていうのはこの仕様があるので、かなりハードル高いんじゃないかなとは思いますね。そんな2匹とも特別なポケモンです。ただしラティアスとラティオスのみは同時にチームに編成することができる、そんな特別なポケモンとなっております。ということで、その他注意事項なんですけれども、一応注意事項1点だけ。イベント期間中はミニ竜達兵衛が若草系のフィールドでも出現してくれまして、お香が使えます。ただしミニ竜と達兵衛のお香に関してはイベントが終わった次の1週間後まで若草 EX で使うことができるんですが、それ以降は使えなくなってしまいます。で、もともとドラゴンピックウィークでもミニ竜達兵衛のお香若草本島 EX で使うことができて、その翌週まで使えるということで、ラティオスイベントが始まる前まで使えるし、始まってからも使えるし、ラティオスイベント終了して1週間後までは使えるということになっております。ここねちょっとした注意事項ということで押さえておいてください。それ以外にはいろんなスキルレベルの上限は超えませんよっていうことだったりとか、その眠気パワーの倍率みたいな部分で同一のボーナスが重複する場合、最も倍率の高いものが選ばれますよっていうことが書かれております。ということでそれ以外、ミニ竜達兵衛のお香関連以外は特に注意事項、特筆すべきものはないのかなという感じになっております。ということで、なかなかね長いイベント解説になってしまったわけなんですけれどもね、改めてまとめと言いますか、基本的にこのイベントをやることとしては、しっかりと眠気パワーを稼いでドラゴンタイプのポケモンたちをできるだけ多くリサーチしてラティオスの羽毛を獲得しましょう。そしてそのラティオスの羽毛を使ってイベントアイテムラティオスのお香やサブレを交換してラティオスをゲットを目指してみましょうという感じになっております。もう基本的にやることはそれだけで、みんなの眠気パワーやらなんやらあるんですけれども、毎日しっかりと遊んでいればそれなりにランクは上がっていくものとなっておりますので、ランク15までね達成、イベントランクの解放を目指そうという場合はかなりがっつり眠気パワーを稼いでいく必要があるんですけれども、そんな感じのイベントとなっておりますので、ラティアスリサーチ遊ばれてる方だったらやること基本的には同じだよという感じになっております。で、ラティアスリサーチの時よりもラティオスの羽毛がおそらく稼ぎやすいものと思われますが、その分ねラティアスのお香だったりとか、またちょっとね魅力的なアイテムが増えていたりもするので、お香計画をどうするのかっていうのはね、また今後考えていきたいところになりますね。私も余裕あったら動画作ろうかなと思います。そんな感じでラティオスを編成して眠ると眠気パワーにボーナスがかかってドラゴンタイプががっつり強化されるイベント、ラティオスと心の雫でした。皆さんがラティオスの
厳選をねどれだけ狙うのかとかもねぜひともコメントお待ちしておりますし、フィールドどこのフィールドに行きたいかっていうのもねぜひとも教えていただけたらなと思います。どこ行きましょうかね。イベント2週目はね私は若草 EX 行って動画投稿者ということもありますので、色違いラティアスラティオスさすがにラティアスラティオスどっち狙おうみたいなね風にして遊ぼうかなと思っておりますけれども、皆さんが行ってみたいフィールドもコメントで教えてください。そんなイベントラティオスと心の雫でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援していただけますと私が非常に助かりまして、皆様に徳が積まれましてニュームーンデーで色違いのラティアスラティオスに出会えるんじゃないかと祈っておりますので、ぜひともグッドやハイプやチャンネル登録などしていただけますと幸いです。ということでだいぶ長くなりました。またねこれからドラゴンピックウィークが来てジジーロンが追加されるということになりますので、ジジーロンがこのイベントで活躍できるのかどうかみたいな視点も持ってね今後動画作っていきたいなと思いますので、なんか突然ね今寒暖差が東京は大変なことになっているんですけれども、ぜひね寒い時は暖かくして暑い時は涼しくしてしっかりといい睡眠環境で寝てラティオスと心の雫6月8日からの2週間を楽しんでいきましょう。皆様に素敵な出会いがあることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。